厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今回は世界で活躍する若手指揮者沖澤のどかさんのインタビューです。沖澤のどかさんは東京芸術大学の指揮科を首席で卒業、修士課程まで修了され、海外に渡りハンス・アイスラー音楽大学ベルリンの修士課程も修了。そして小澤征爾さんも優勝されたブザンソン国際指揮者コンクールで優勝を飾り、同時に聴衆賞、オーケストラ賞も受賞されました。東京国際音楽コンクールでも第1位及び特別賞、斉藤秀夫賞を受賞。高関健氏や小高忠明氏らそうそうたる指揮者に師事し、下野達也、井上道義、パーボ・ヤルビー、リッカルド・ムーティ各氏をはじめとする世界的な指揮者のマスタークラスも受講されました。世界中の名門オーケストラを指揮し、2020年8月より2年間、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団にて、巨匠、キリル・ペトレンコ氏のアシスタントも務められました。2022年には、ミュンヘン交響楽団のアーティスト・イン・レジデンスに就任され、さらなる活躍が期待される中、なんと2023年4月から、京都市交響楽団の常任指揮者にも就任が決まったのです。今回はそんな沖澤のどかさんに指揮者として大切にされていることや、京都市交響楽団の常任指揮者としての思いもたくさん語っていただきました。早速行きましょう。インタビューよろしくお願いします。お願いします。沖澤さんに最初にちょっとお伺いしたいのが、はい、どうして指揮者になられたんですか？ものすごくよく聞かれるんですけど、はい、大した理由っていうのはなくって、もともと子どもの頃からピアノとかチェロとかオーボエとかいろいろ楽器をやっていて、楽器を続けていきたいなっていう気持ちが大きかったんですけれども、親に楽器を買ってほしいってちょっと言いづらくって、姉がチェロをやっていたこともあって、それで指揮者だったら指揮棒を自分で変えるし、音楽好きなオーケストラもできるし、指揮だったら続けられるんじゃないかなという、そういう甘い考えで始めました。じゃあ音楽を続けたいっていうところから、そうです。そうなんですね。そんな沖澤さんを魅了した音楽って沖澤さんにとってどんな存在なんですか？音楽は最初の出会いはピアノだったんですけれども、おじが趣味でチェロを弾いていて、その影響で姉もチェロを弾いていて、なので家でこう一緒に音を合わせる、その本当に聴かせられるようなレベルじゃないんですけど、でもその誰かと一緒に演奏するっていうのが自分の原点になっていて、それがそのジュニアオーケストラ、青森の地元のジュニアオーケストラでチェロを弾いていたこともあって、人と合奏するっていうことの魅力にものすごく取りつかれたんだと思います。誰かと一緒にっていうのが大事なんですか？そうですね。最初はピアノを一人で没頭する時間っていうのもすごく好きで、親が言うにはこうピアノの椅子から剥がすのが大変だったっていうくらいずっと没頭してたんですけど、もともと自分の感情とか表に出すのが苦手なタイプで、なのでピアノ弾いてる時だけは自分らしくいられるみたいな、そこから始まって。それで人と合奏するっていう喜びは本当言葉にできないんですけど、多分なこさんも合唱されてるっていうことなんで分かると思うんですけど、そこの楽しさっていうのがすごくあって、なので音楽の道に進むっていう時も、もうなんか指揮者なんて無理だから研究の方に進んだらっていろんな人に言われたんですけど、自分にとってはもう実演しか興味なかったので、演奏をとにかくしたいっていう、それも人とやりたいっていう思いがあったので、オーケストラっていうのは最高の形です。そうなんですね。はい、指揮者として音楽を作る楽しさってどういうところにあるんですか？指揮者としては自分の音楽性で完結しないところ、他の演奏家の皆さんからの音楽性と影響し合って音が出来上がっていくので、その点でやっぱり自分一人で弾くソロと全く違って、その辺の変化っていうのが面白いです。そうなんですね。はい、今沖澤さんが指揮者として大切にされていることって聞かれるとどんなことがあります？指揮者として大切にしていることは音をよく聞くことです。なんか指揮者っていうと自分の解釈とかどういうふうに譜面を読んだかみたいなところに興味も持たれがちなんですけれども、一番大事なのはやっぱりその場にいる音楽家
から出てくる音によく耳を傾けることだと思うんですね。そうすると自分が家で譜面一人で読んでいたことと全く別のアイデアが浮かんできたりとか、その方が対話がしやすいと思うので、とにかくよく音を聞くことっていうのを大切にしてます。他にはこう自分を取り繕ろうとしないことですかね。なんていうか自然体でいるというか、大勢の人の前に立って見られるっていうのを、それだけで結構ストレスだったりプレッシャーってあるので、そういう時に自分をこうよく見せようとかすると空回ることが経験としてすごく多かったので、できるだけ音楽に集中できるように、その自分の変な虚栄心とか見栄とか、そういうのをできるだけ取り払って音楽に集中できるような環境をできるだけ邪魔 しないっていうことを気をつけてます。できてるかはわからないんですけど気をつけてます。具体的にどんなことをやってらっしゃるんですか？なんか間違ったらごめんなさいって言うとかちょっとしたことなんですけど、あと何ですかね、貧乏ゆすりしないとか、なんか本当にちょっとしたことが気になったりするんですよね。その目の前にいる人がずっとこうやってたらなんか嫌ですよね。そういうこととか、だからできるだけすっと立って余計な情報を与えないっていうことができればいいなといつも思ってます。なるほど。じゃあ自分自身が自然体でいるっていうこともそうですし、人から見て自然体として感じられる。そうです、はい。なるほど。それから指揮者として譜読みの時間っていうのはものすごく大事なんですけれども、それと同じくらいきちんと休むっていうことが大事だと思っていて、学生の頃からとにかく時間さえあれば楽譜を開いてリハーサル見に行ってコンサート行ってて忙しくする人が多い。私もそうだったんですけど、ある時パーボ・ヤルビーさんの講習会に行って初めてレッスン受けて、それで休憩になったので、もうすぐ好評を聞きに何かアドバイスくださいって言ったら、今君にアドバイスするとしたら休憩中は休めということでそれでヨーロッパのいろんなオーケストラ見に行くようになって気がついたのが、休憩中に誰も練習しないんですよね。休憩中はみんな外に行ってコーヒー飲んだりタバコ吸ったりおしゃべりしたり、そうやってきちんと分けて休憩することでちゃんと集中できるようになるっていうことに気がついて、それと、ある先生から教わった集中力が一番続く方法っていうのが、なんか25分間集中してその後5分休むっていう、だから自分が集中力切れたって思ってから休憩するんじゃなくて、その前に25分とか30分とかやったらちょっと休憩を挟むっていう風にすると集中力が結果的に長く続くっていうのは実践してますし、コンクールとか大事な本番とかもどうしても緊張するので眠れなかったりするんですけど、それでもできるだけ睡眠時間を確保するっていうことは意外と大事だなと思ってます。でも今子育てもやられながら、そうですね、各地に飛び回ってる生活の中で休むって大変じゃないですか？夫が大変なんですけどでも、娘が生まれたばっかりの時は本当に記憶がないくらいなかなか眠れなかったので、でも娘が抱っこで寝てくれる時はここに抱っこしてこうリブレットをここに読んだりとかなんかそういう隙間の時間に5分でも10分でも集中できるように、移動中とかもそうですし、である程度覚えれば何か見なくても頭の中で整理する時間を取ったりとか、もうなんかあの手この手でそうなんだ私自身も今タイムマネジメントがすごく課題なんですけど、ちょっとコツみたいなのがあったら教えていただきたい。私はそんななんかアドバイスできるような計画性のない人間なんで、でももともと自堕落なの分かっているので、できるだけ今日やることみたいなのをちゃんとトゥードゥリストにして、それでもメールの返信が遅くなったりとか本当に迷惑かけてるところもあると思うんですけど、でも一番大事なその譜読みっていうのだけは絶対に時間を確保して夫と相談して、今日は午前中3時間先に夫が仕事して、私がじゃあ午後3時間もらって娘が寝た後の2時間はどっちも仕事できるみたいな、そういう風な感じで時間が最初から限られているとその分集中できると思いますね。はい、なんか今お話をお伺いしてて感じたのは、何を一番大事にするかを決められているっていうのがそうですね、はい、ポイントなんだろうなというふうに聞きます。そうかもしれないです。木
沢さんがこれまでいろんな指揮者の方と交流を持たれてきたと思うんですけれども、この方に影響を受けたなと思われている指揮者いらっしゃいますか？たくさんいますね。日本で習ってきた先生方は島野達也先生にはもう本当に楽譜の読み方を一から教わったし、どうしようもなく精神的に落ち込んだ時も背中を押してくださって、今でも陰ながら応援してくださって、いつも支えてもらってるのを感じますね。それから高関健先生には、芸大の大学院に入るちょっと前から教わってたんですけど、博士のような方で、どんな質問をしても1聞いたら10以上教えてくださる。それも出し惜しみしないで最新の研究まで全て教えてくださって、指揮者として楽譜を読む姿勢っていうのをとても影響を受けました。それからベルリンでアシスタントをさせてもらっていたキリル・ペトレンコさんからは言葉にできないほど大きな影響を受けて、自分で指揮者になりたくてやってたはずなんですけど、どうしてもその指揮者っていう存在に対してなんとなく嫌悪感があって、自分でそういうことをやってるっていうのがどっか嘘なんじゃないかっていう思いがずっとあったんですよね。もちろん尊敬する指揮者の先生方を否定するわけではないですけど、自分のもともと持ってる性格と合ってないんじゃないかっていうことをずっと悩んでいて、それでペトレンコさんのお仕事ぶりを拝見して、その疑念みたいのが全く払拭された。もうそういうことに悩んでいるのはバカバカしいなって思うようになって、それくらい使命感っていうのが強く感じる。自分を表現するとかそういう次元じゃないんですよね。もう何かどこかから強い使命を受けて、それをもう私には半分命を削って指揮をしてるように見えたんですね。それが一緒に演奏する音楽家の皆さんにも伝わるし、ものすごくリハーサルは厳しいし、最後の1分までゲネプロでさえ3時間丸々使って細かくリハーサルするんですけど、でも本番でそれが解放された時の音っていうのがすごく特別で、ベルリンフィルの音はもちろんするんですけど、キリル・ペトレンコさんが振る時はなんかこう筋肉質な彼の音がするので、そういう人っていうのは本当に類まれだし、あそこまで徹底して音楽だけやる人、今やっぱり SNS の時代だし、いろいろな発信の仕方あると思うんですけど、ペトレンコさんは本当に音楽だけでそれをやってる稀な人、それをできる人、それを許される人なので、いい意味で諦めがつきました。ああいう人もいる。ああいう人にはとてもじゃないけどなれない。一生かかってもなれない。もう生まれ持った性質が全く違うので、なので逆に自分にはきっと自分にしかできないことがあるって思えるようになりました。へえ、今それは何だと感じていらっしゃるんですか？そうですね、私はいい意味でも悪い意味でもマイペースな人間だと思うので、すごくこう忙しく世界を飛び回るっていうよりは自分のペースで京都とミュンヘンをベースに自分のペースを崩さずに少しずつ歩んでいくことだと。下野さんのところの背中を押してくれた、なんかその辺のエピソードももしあったら聞かせてほしいです。芸大にこう運よく入ったものの、やっぱり周りのレベルに全然ついていけなくって、ものすごく病んだ時期があって、それで軽いうつ病になって実家に戻ってたんですけど、もうすっぱりやめて音楽は趣味にして、もう一回別の分野で大学を受け直そうかなと思ってた時期に、下野先生にはすごく唯一才能があるって言ってくださった先生だったので、最後にご挨拶しようと思って電話をしたら、絶対に大丈夫だから続けなさいと、もしどうしようもなくなったら僕のところに来てくれればいいから芸大に戻りなさいって言ってくださって、それでその後も大学の外でマスタークラスとかを受けさせてもらって、その度に本当になんかその時に必要なことを教えてくださったり言ってくださったりして、今でも何かあるとすぐに連絡をしますし、そういう方の存在っていうのが未だに続けられてる理由だと思います。素敵ですね。
やっぱりこううまくいくことばかりじゃないので、特にコンクールをたくさん受ける時期なんか落ちることの方がもちろん多いわけで、そういう時に不思議と自信がつくんです。なんかコンクールも受かったブザンソンとか東京国際のことをすごく取り上げてくださるんですけど、それ以上に自分で力になったと思うのはやっぱり落ちたコンクールで、そこで応援してくださった人の存在っていうのはすごくもう今でもいつも心にあって、例えばベルギーのオペラのコンクールで第一次審査で序曲を振った後にビオラのおじさんが来て「君が落ちたら僕は楽器をやめる」と「それくらい良かった」って言ってくれて、それで一次は受かって楽器をやめなくて済んだんですけど、その後の二次試験がピアノと歌手のリハーサルで、それが言語指導とかいうところでやっぱりイタリア人とかフランス人にかなわなくて、それで落ちてしまったんですけども、一緒になってすごく怒ってくれたりとか、それ以外のコンクールでも私が落ちた時に一緒に泣いてくれたりとか、そういう人たちが結構いて本当にありがたいですよね。そういう音楽だけに限らず、なんか活躍しなきゃいけないとか、なんか成功しなきゃいけないみたいなプレッシャーってどっかみんな持ってると思うんですけど、そうじゃなくて自分が自分の存在を認められる瞬間っていうか、なんかそういう時が必ずしもすごく盛況だったとは限らなくても、なんかそういうことを感じられる瞬間っていうのにいつも音楽があって、それをやる方だけじゃなくて聴いてくださる皆さんにもなんかこう伝わったらいいなって、うまくまとまらないんですけど、そういうことをよく、考えてます。話にも出ましたけれども、京都っていうところを選ばれたのはどういうきっかけなんですか？私が選んだわけではないんですけど京都は去年の10月に初めて演奏会でご一緒させてもらって、その時の演奏会っていうのがすごく良かったんですよね。それでまた京都に行けたら、京とまた共演できたらいいなと思ってたところに常任指揮者っていうお話が来て、最初は常任ではなくても、ゲストとして来れたらいいなと思ってたのですごく驚いたんですけど、でもやっぱりあの時の演奏会で得た感覚っていうのが忘れられなかったので、すぐに悩まずに、決めました。そんなに10月のコンサートって特別だったんですか？そうですね。なんか言葉にしてしまうと嘘になってしまう気がしてちょっと難しいんですけど、なんですかね、自分が半分存在しなくなるみたいな、音楽に没頭できて、それがしかもお客さんに伝わったなっていうのを感じたんですよね。コロナでしばらく無観客だったり、すごく人数を減らしたりとかいう時期が続いて、その後だったっていうことも関係あったのかもしれないですけど、京都の皆さんの、フランクな感じもあり、お客さんの反応っていうのももちろん直接会話するわけではないんですけど、すごく温かく感じたし、演奏会が良かったって感じる時って具体的に何ってわからないんですけど、良かったなと思ったんですよね。いつもだいたい演奏会の後って落ち込むことが多いんですけど、その時はすごく喜ばしい気持ちで終えられたので、そういう演奏会を一緒に重ねていきたいですね。いつも落ち込むっていうところが気になったんですけど、いつも落ち込まれるんですか？そうですね。その演奏の良し悪しっていうことではなくて、もっと何かできたんじゃないかっていうことを、なんでですかね。演奏会の後って気持ちがすごく沈むことが多いです。それとは全く違ったんですね。そうですね。今ちょっとフランクっていうこともありましたけれども、京都市交響楽団というオーケストラについてはどんな印象を持たれたんですか？すごくフレンドリーで、距離感が近いなと思いました。いい意味で。リハーサルの時からすごく朗らかな雰囲気で、もちろんそれだけじゃなくて、やる時はビシッとやるっていうのもあるんですけど、昨日も京都の演奏会聞きに行って、もちろん上手ですよね、まず第一で、表現の幅が広いと思うので、特に大編成の曲をやる時のここぞっていう時の決まる気持ちよさっていうのは見事だと思いますね。
私も京都6年住んでたんですけど、はい、関西のクラシックファンの中で京都市交響楽団っていうと必ず一言目にうまいってそうなんですね、出てきますね。いや本当にそう、はい、このうまさの秘密みたいなところ、今はどんな風に感じていらっしゃいます？そうですね、個人の技量が高いっていうのは基本的にあると思うんですけど、それ以上に思い切りの良さみたいな、大胆さ、演奏のっていうのが特徴じゃないかなと思います。何によってこれ作られてるんですかね？もちろん広上先生が作り上げたものとか、大友先生、その前の歴代の指揮者の方々と作り上げたものっていうのはあると思うんですけど、結局は一人一人のキャラクターによるものが大きいと思うんですよね。それで団体になった時の集団心理みたいなものって、京都の場合は本当にまだ何日かしか一緒に過ごしてないんですけれども、なんかポジティブな方向に行くなぁと思いますね。そんな京都市交響楽団とこれからどんな音楽を一緒に作っていかれたいんですか？さっきのよく聞くっていうことと重なるんですけど、まず京都がどんなオーケストラなのか、どんな歴史を歩んできたのかっていうのを知ることからだと思うんですね。それでじゃあ自分が何をできるかっていうことにつながると思うので、まずは京都の音を聞くっていうことをやりたいです。その後は私が振る的演奏会っていうのは、ペトレンコさんにも影響を受けてるドイツ音楽ですとか、もちろんベルリンで学んだっていうこともあるので、それからオーストリア、ドイツの音楽を中心に、それともう一つは前回の共演はドビュッシーとラヴェルを演奏したので、フランス音楽っていうことは続けていきたいので、あんまりやらないようなフランス6人組の音楽とか、これが公開する頃にはシーズンのラインナップが発表されてるはずなんですけど、日本初演の曲も含めて欲張って何でもやりたいものをとにかく全部やるつもりで、計画してます。いいですね。最初の定期演奏会ではどんなプログラムを振るんですか？最初の定期演奏会はブラームスの3番をメインに選びました。常任指揮者として初めての演奏会は王道で勝負したかったので、ブラームスのシンフォニーの中でも特に演奏が難しいと言われている3番をあえて選んで、リハーサルから濃密な時間を過ごせるかなと思って、それとメンデルスゾーンのイタリアをやるんですけど、メンデルスゾーンはクルト・マザー先生にライプツィヒで習っていたので、メンデルスゾーンっていう作曲家をすごく大切に感じていて、今までも大切な局面でいつも取り上げてきた、作曲家なので、メンデルスゾーンのシンフォニーを演奏します。沖澤さんにとってメンデルスゾーンという作曲家ってどういう存在なんですか？メンデルスゾーンは体にこうスッと入ってきやすいです。自分の多分持ってる音楽性っていうのと響き合うところがあるのかなと思います。モーツァルト、メンデルスゾーン、シューベルトっていう作曲家は自分にとっては栄養にもなるっていうか、何ですかね、すごく自然にこう体から出てきやすい。もしかして音楽家は誰にとってもそうかもしれないんですけど、特にモーツァルト、メンデルスゾーンっていう作曲家はそれゆえに難しさもあると思うんですけど、すごく自然にはまる。もう一つのそのブラームスについてもお聞きしたいです。ブラームスはいブラかがですか？ームスはもうとにかく大好きで、あまりに好きなのでやる自信がなかった時期もあるんですけど、でもなんか泣けてくるんですよね。こうふとした和声もそうだし、フレーズとか、ブラームスはとにかく好きです。もういつでも心にしみる。何度聴いても本当にグッとくるので、4つのシンフォニーはどれも本当に素晴らしいんですけど、3番のあの勢いとその後の感情楽章のあの憂いを帯びた感じとか、もうとにかく金銭に触れる、そういう作曲家ですね。沖澤さんが2回目に振られる定期演奏会のプログラムも面白いなと思ったんですけど、2回目はやはりその王道っていう意味でベートーベンを取り上げないわけにはいかない、オーケストラの看板となる作曲家なので、ベートーベンのシンフォニー4番を選びまして、それと合わせて日本初演になるギョーム・コネッソンというフランスの作曲家のコスミック・トリロジーっていう大作を演奏します。それは東京公演もあります。あ、そうなんですね。東京でも聴けるんですね。
コネソンってどんな作曲家なんですか？コネソンはいろんな作曲家に影響を受けてて、もちろんフランスのラベル・ドビュッシーから始まって、メッシアンとかそういう方にも影響を受けてますけど、同じようにワーグナーとかリヒャルト・シュトラウスからも影響を受けてる作曲家で、それから映画音楽の巨匠ジョン・ウィリアムズとかにも影響を受けてる作曲家なので、現代音楽って聞くとアレルギーを起こすような人たちでもびっくりするくらい楽しめると思います。全部映画音楽の良さ、それから現代音楽の良さからフランス音楽の良さ、そういうのをものすごく卓越したバランス感覚で持ってる方だと思うので、私はそのコスミックトリロジーって3部作なんですけど、その第2部だけ今まで振ったことがあって、それであれはやっぱり1部2部3部ってつなげることで見えてくるその壮大ななんか絵巻みたいなそういう音楽なので、それがベートーベンからつながるところがあるなと感じて、思い切って組み合わせました。面白そうですね。しかもベートーベンも4番なんですね。はい、4番はそのコスミックトリロジーをやりたいなっていうのをずっと思ってて、なかなかチャンスがなかったんですけど、オーケストラにとってはかなり挑戦的な、弾くのがとにかく大変なので、やっぱり常任指揮者としてだからできる曲だと思うんですね。で練習もきっちり時間をとって、それでじゃあベートーベンと組み合わせると思った時に4番の始まりがすごく自分には宇宙的に感じるんです。でこれ静かに始まるんですけど、そこからの発想です。なんかすごい壮大な世界観を感じられそうなコンサートですね。これ東京でも聴けるのすごい楽しみです。こういうプログラムを通じて沖澤さんはファン、聴衆とはどんな関係性を作っていきたいと思います？そうですね、お客さんとの関係は京都では実際にお会いしてお話ししたりとかもできたらいいなと、今まではそういうことを考えたことなかったんですけど、やっぱり地域に根ざしたオーケストラにもちろんなってると思うんですけど、これからもそうでありたいと思うので、音楽を通してっていうのはもちろんですけれども、人間としても知ってもらえたら嬉しいなと、思います。今度オーケストラとの関係性についてもお伺いしたいんですけど、何年もこのプログラムを通じてオーケストラと一緒に音楽を作り上げていく先にはどんなビジョンが今見えてるんですか？オーケストラは3年ですごく劇的に変わるっていうことはないと思うんです、だけど私ができるとしたら、例えばコネソもそうですけど、ヨーロッパに拠点があることもあるので、そこから何か持ち帰ってくる、逆に日本の音楽をヨーロッパに持っていく、そういうことができたらいいと思うし、京都の唯一無二のサウンドっていうのを作っていけたら、でも具体的に何っていうと、やっぱり結局は一つ一つのリハーサルと音楽会を丁寧に作っていくことしかないと思うんですよね。なのでなんか3年でこれを達成したいっていうそういうビジョンっていうよりは、もう一個一個をいい音楽をするっていうことに尽きると思います。それがオーケストラが発展していく唯一の道だと思います。だからなんか面白い企画をやったりとか、例えばガラッと配置を変えてみてとか、いろんなことができるかもしれないですけど、でも結局はいい演奏会を積み重ねていくことなので、もちろんプログラミングっていうのは大事な一つの役割かもしれませんが、それ以上に一つ一つの演奏会を意味のあるものにしていく、一緒に音楽をやってる実感っていうのを積み重ねていくことが大事なのかなと、この何十分か沖澤さんと話してて、私すごく伝わってくるのが心理とか本物思考みたいな、なんかそういうニュアンスがずっと沖澤さんのそうですか、言葉からすごく伝わってくるんですけど、いい音楽っていう言葉ありましたけど、沖澤さんにとってどういう音楽がいい音楽なんでしょう？いい音楽は何ですかね、その空気が動く、音楽の流れが自然に動き出す時っていうのが、私が思ういい音楽の一つの定義で、何か言われて指示を受けてその通りに演奏するっていうことほどつまらないことはないと思うので、もちろんリハーサルをやる中でお互いにアイデアを出し合って、最終的に体から自然に出てくる
っていう音楽がいい音楽だと思います。だからこうしようと思ってやるっていうことではなくて、それがまず体の中で消化されて、それが出てくる。なのでいくら面白いアイデアを考えても、それが音楽家の皆さんに伝わらなかったり、こう違和感があったりすると、出てくる音っていうのは硬くなったりとか、こう流れないと思うので、それが音楽の大きな流れっていうのに捕まえるっていうことをいつも考えてて、それがうまくいった時にいい音楽が出ると思ってます。もう本当に一期一会なんですよね。はい、なんかコンサートたくさん行きたくなりました。ぜひ来てください。この動画をご覧くださっている方はクラシック音楽に興味を持っている方々だと思うので、もうとにかく生の演奏を聴きに来てほしい。これが一番です。やっぱりその会場にいて、その場の空気の振動を感じるっていうことが本当に特別な体験だと思うので、ぜひ京都だけじゃなくてとにかく演奏会に足を運んでほしいです。よく自分は素人なんでって謙遜される方が多いんですけど、私が音楽が好きなことの一つに、正解がなくて、その抽象的なことをそのまま抽象的なまま受け取ることができるっていうことがすごく素敵だと思うので、今なんか分かりやすい解説とか噛み砕いた解説、そういうことが当たり前になってきて、それをいかに短く伝えるか、簡潔に伝えるかということばっかり大切にされるように感じるんですけど、クラシック音楽の演奏会って2時間もスマートフォン見ずに体験できて、自分の頭が整理されたりとか、気持ちが穏やかになったり、逆にすごく感情的になったりとか、そういう心の動きっていうのが一人一人違うものなので、その音楽がわからないとかおっしゃらずに、とにかく思うままに感じ取って、それをできれば時々は感想を教えてもらえたらすごく嬉しいです。それから音大生とかその音楽の道に進もうと思ってる皆さんには、どうしても周りと比べちゃったりして難しいことがあるかもしれないけど、それぞれのスタート地点も違えばペースも違うので、とにかく続けてみることがすごく大事だと思うし、勇気を出して自分をさらけ出して、そうすると必ず応援してくれる人がいるのでそういう人たちを大事に、頑張ってください。で、演奏会に来てください。いかがでしたか？沖澤のどかさんの振る京都市交響楽団の定期演奏会、2023年シーズンは大きく3つのラインナップです。1つ目が4月に行われる第677回定期演奏会です。ご覧のラインナップになっています。こちらは先日チケット販売が開始されたばかりなので、興味のある方はぜひ概要欄のリンクからアクセスしてみてください。そして9月に行われる第682回定期演奏会です。ご覧のラインナップで、こちらは9月24日東京公演も行われます。そして2024年の1月に第685回定期演奏会がご覧のラインナップで行われます。王道な曲から斬新な曲まで色鮮やかなサウンドが楽しめるプログラムですね。世界中から注目を集める沖澤さんの音楽、今年も生でたくさん聴きたいと思います。厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、作曲家の紹介、音楽史の解説、楽団演奏家の紹介や楽曲の解説など、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を毎週金曜日夜8時に公開しています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方は、ぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー。